今日は世界で何食べよう。どうも、翔吾です。ペナン、美食とアートにあふれるマレーシア随一のリゾート地でぶらり街歩き、パワースポットの極楽寺では旅の無事を祈願。それでは思いっきり冒険ブログスタート。旅の資金残り949万円。おはようございます。ホテルから20分ほど歩いたところにビブグルマンに乗ったお店、アボーイというお店があるので行ってこようと思います。街中に突如現れるアート。ペナンにはこんな感じで壁にいっぱい描かれているのが有名なんだって。アートありすぎて一個一個しっかり撮ってたら時間なくなりそうだ。にしても街歩きだけでペナンは楽しめそう。これが有名なビブグルマンに乗ったアボーイ。今日やってそう。うわ、人気だ。めちゃくちゃ賑わってる。朝ごはんここで食べてきます。この麺が 5.5 でトッピングは多分これなのかな。とりあえず注文してみます。Excuse me. Normal one. Without soup, huh? Hmm? Without soup. Yeah, Soup. two. Normal one has this. Yeah. Ah, that is. Two. さっきのノーマルのやつでも具材入ってるみたい。150円は安い。店内もあるみたいだけど、外の方が開放感あっておすすめかも。地元の人になんでお前らここ知ってるんだ、めっちゃうまいぞって言われた飯、いただきます。うまいね。あ、スープうまっ。このつくねはニンニクの風味入っててめっちゃうまい。このシンプルなスープに特に合う。隣のペナンの人にもらいました。ナシなんとかっていう魚のやつみたいです。うまそう。辛そう。何？甘い。まさかの辛そうに見えて甘い。おにぎりだね。結構しっかりやったサバみたいな青魚に甘い味ながら結構辛さもあるおにぎりみたいな感じ。初めて食べた。美味しい。スープまで完食。そしていただいたおにぎりもめちゃくちゃ美味しかったです。ここおすすめ。ごちそうさまです。もう満席で人が待ってる状態。やっぱめちゃくちゃ人気なんだな、ここ地元の人に。あそこにいるお隣さんにめちゃくちゃ優しくしてもらいました。ありがとう。今日乗る201のバス、やっと着きました。これに乗って極楽寺まで行こうと思います。降りるときにレシートチェックされることもあるらしいので、これは持っといた方が良さそうです。一つ難点は冷房が寒い。調節できないのかな、海外のやつは。日本製だと絶対調節できる。大声で皆さん喋っております。ペナンのバスの中はかなり騒がしめ。極楽寺の最寄り区ペカムエアアタムみたいなところ到着。ここから歩いて15分ぐらいかかるらしいので、街中見ながら行ってこようと思います。極楽寺見えてきた。上に行くにはこのリフトを使っていくので、リフトステーションでチケット買っていこうと思います。How much? 32. One person 16. リフトが動き始めました。ネットでは3リンギットって書いてあったけど、よくわかんない16リンギットのチケットを買ったんで、なんかバギーも乗れるみたいなんで乗ってこようと思います。なんか言われるがままにバギーに乗って上に向かってます。ちょっとよくわかってない、調べ不足かもしれないけど、これで上まで行けるなら楽でラッキー。わからないけど、お土産通りを通らされてます。これ日本と同じで、ここの通路を通らなきゃ上に行けないパターンなのか、それとも単純にここに入れられたのかがまだ分かってない。さっき疑ったけど、ここに乗るために6リンギット必要だったのか。そうすると結構13リンギットはちょうどいいのかも。2回目のゴンドラ、観音様の前到着。1890年から約40年かけられて作ったみたい。ペナンの街並みを一望。許す願う帯って書いてあるから、多分おまじない。1リンギットで買えるみたい。今回は旅を無事に終えられることを祈って、この万事休すみたいなやつ書いてみよう。この極楽寺がすごいって言われているところは、この像だったり壁だったり
一個一個繊細に彫られていて細かい。確かに細かい。めっちゃ広いっていう割にちょっと少なかったので、一旦真ん中まで降りてみます。Thank you. 頂上意外とないじゃんと思ったけど、中間地点にはこのような形で綺麗な見どころいっぱいあります。ああやってお祈りするのかな。ろうそくつけてお祈りしてます。このゾーンは胸元に饅頭をつけている仏像ゾーン。奇妙だな、やっぱり寺って。観音様を遠くに見ながらバギーの後方車で風を切って進んでます。思ったより楽しかった。サクッと来れる観光地って感じ。帰りはちょっと妥協して、行きのバスより3倍ぐらいの価格しちゃうけど、グラブで帰ります。927、グラブ到着。バスの方が安いけど、圧倒的にグラブの方が楽。ホテル到着。ホテルに帰って一旦洗濯物を取ってきたので、これから昼ご飯を食べに行きつつ、洗濯物コインランドリー行ってこようと思います。朝の時間帯はすごく肌寒いぐらい涼しかったけど、昼になると暑い。日差しが強い。昨日やってなかったトックトックミ、今日はやってる。ランチ食べてきます。店内はこんな感じで、お昼時も賑わってるようです。糖分がうめえ。チャーハンはエビだったり肉だったりかなり入っていて、さらになんといっても香ばしい。うまい。この店で一番有名なワンタン麺。お茶の味がするんだ。スープはかなり透き通っていてちょっと甘めかな。でも全体的にかなりすっきりしていて美味しいです。麺はそんな好きじゃないかも。ビーフンみたいな麺。この店はなんといってもワンタン。プリプリしていてこれ美味しい。美味しくいただきました。ごちそうさまです。ここはワンタン麺が有名だけど、チャーハンの方が個人的にはおすすめ。やっぱり人気店なようで、12時過ぎてくるともう満席。この評価高めなランドリーに、ドライまでお願いしたらなんと600円ぐらい。なかなかするけど、おばさん優しかったんでお願いしてきました。ペナンは直射日光当たらなきゃ涼しいので、一旦ホテルで休んでたけど、これからペナンぶらり街歩きしてきます。確かにジョージタウンは女子が好きそうな街だ。全部小雑貨が綺麗だし、まあでも値段は割とするけど、店内もかなり綺麗。おしゃれ。ペナンで検索すると、一番に出てくる有名な絵がここの壁に描かれてます。人だかりができたので、一旦ここも入ってみようと思います。よくわからず歩いてたけど、これ、海の上にできた街だった。家を支えてる部分は木だけじゃ多分腐っちゃうからコンクリで固めてるみたい。うまくできてる。この一本橋を向こうに行ったところにビューポイントとして夕日が綺麗に見えるところがあるので行ってきます。意外と幅も狭くてガタガタするので結構怖い。本橋の一番先頭は地元の人が釣りしてる。確かに海近いからここは釣れるポイントなのかもな。太陽まん丸。夕日も綺麗に見えそうだ。今日の夜ご飯はここにします。ジェフティ海鮮フードコート。この中でいろんなご飯屋さんがあるので、そこから選んで自分の宅に持ってきて食べれるみたい。今日の夜ご飯はこのタイフード。思ってたご飯とちょっと違うけど美味しいことを祈っていただきます。辛いカレーだこれ。辛っ。好きではないな。カレーのつもりじゃなかったんだけどな。だいぶ辛いカレー。インゲンはシャキシャキして美味しいんだけど、豚肉は固め。美食の街で調べずに入ってみたらそんなに美味しくなかった。1回分もったいないことした。でもごちそうさまです。
やっぱりイスラム教は国境なだけあって、至る所にモスクがある。しかもだいぶ立派なものばっか。こっちにはヒンドゥーの寺院。やっぱりペナンはイスラム教とヒンドゥー教と仏教、混じり合った地域っていうのは本当なんだな。今日も無事ホテルに帰ってきました。ただいま。明日は早いので、それに備えたいと思います。ありがとう。飲んでる友達、ありがとう。